こんにちは。スタジオスケール24の龍です。いよいよ、今回で最終回を迎えます。今年に入り、1月から制作を始めて、ほぼ4ヶ月かかりましたね。これを早いと考えるか、遅いと考えるか、微妙ですね。さて、画像はフェンダーミラーの手直しを進めています。コスモのミラーは、砲弾型になっており、先端部分にプラスのネジがついているんですよね。実写を見ると、結構、このネジが目立つんです。この際だから、インセクトピンで再現してみました。ちなみに、後期型のミラーの色は、ボディ同色だったそうなので、今回は同色に塗装し直しています。キットに付属してある、ミラー用のメタルシートを貼ってみました。リアル感がぐっと上がりますね。最近、長谷川さんは、従来のキットにエッチングパーツだとか、こういうメタルシートをつけたディテールアップバージョンを販売していますよね。個人的には大歓迎ですね。特にこういうフォーマルな車にはありだと思います。下世話な話ですけど、多少、価格が高くとも需要はあると思うんだけどな。キットのままだと、すんなり取り付いてくれないので、内側をカッターで鳴らします。ただのメッキパーツだと思ってたんですが、ゴムのクッションがついていたんですね。急遽、エナメルのフラットブラックで筆塗りします。仮組みの回あって、ぴったり取り付きました。ちなみに動画にはしなかったんですが、メタルシート関係はすべて貼り付け終わっています。このワイパーはくせ者でしたね。ボディに取り付けようとすると、ワイパー部分があさっての方向を向いてしまうんです。特に、運転席側のは、ワイパー部分とアーム部分を一旦切り離して、角度調整しています。キットのナンバープレートは厚すぎますので、取り付け前に薄々に修正しておきます。こういう時は、青島キットに入っているアルミ製のナンバープレートのありがたみを痛感しますね。さて、最後はオープンモデルの肝部分。そう、ホロの取り付けに移ります。まずは、マスキングでホロカバーを固定するとメガネの位置を決めていきます。位置が決まったら、0.5 ミリの穴を等間隔で開けていきます。
0.5 ミリのシルク待ち針をカットして差し込んでいきます。老眼には厳しい作業ですね。ホロカバーが乾燥する間に、サイドシルにメタルフィニッシュシートの縞鋼板模様を貼り付けていきます。ボロ隠しではないですが、あくまでスカッフカバーということで、ご容赦ください。ホロカバーが出来上がりました。最後にガイアの EX フラットクリアープレミアムを一吹きして、ホロのしっとり感を出してみました。以上で、長谷川、コスモスポーツロードスター、完成です。ささやかではありますが、エピローグとして、完成動画をお付けいたしました。よろしければ、ぜひご覧ください。